Galaxy の折りたたみスマホ Z Flip 6は乗り換える価値があるのか。 iPhone 歴13年ユーザーの僕が徹底的に比較レビューしていきたいと思います。 Z Flip 本体の詳細レビューはもちろん iPhone ユーザーが乗り換えると生まれる懸念点についても本音で伝えていきます。さらには iPhone ではできない Galaxy のオリジナル機能や Galaxy AI についても解説するので、購入を検討している方はぜひ最後までご覧ください。というわけで皆さんこんにちは、あきらです。見てください、これもうめっちゃくちゃ可愛くないですか。ちょっと今回ですね、僕 Galaxy Z Flip 6初めてのねAndroid スマホをねちょっと購入しちゃいましたよ。実際に発売日にねもう到着をしていて、もうめちゃくちゃ使い込んでるんですけれども、すごい気に入ってですね毎日使い込んでいますね。で僕自身はねもうこのチャンネルをご覧の皆さんわかると思うんですけども、生粋の iPhone ユーザーですと、僕 iPhone しか使ってきませんでした。 iPhone4S ですね。僕が中学3年生の時に iPhone4S を購入して、そこからね今持ってる iPhone15 Pro まで約13年間 iPhone を使い続けてきたんですよ。でそんな僕が26歳になって初めてAndroid スマホね購入したんですけれども、いやもうほんまに今まで買ってこなかったのをねちょっと後悔しちゃったぐらい、この Galaxy のねこの Android スマホっていうものにねちょっと驚きのあるね数週間でしたね。で今年出たのが Z Flip 6というねこう縦型に折りたたむことができるようなスマートフォンになるのですが、去年ね Z Flip 5というものが出てたんですよね。で去年ね Z Flip 5買おうと思ってたんですけど、なんやかんやちょっとバタバタしてて忙しくて、ちょっとこうタイミングを逃してしまったっていうのと、言うてもね全然安い買い物じゃないんで、スマホ2台持ちしたいなとはずっと思ってたんだけど、なかなかね機会がなかったんですけど、今年はちょっと思い切って買ってみたらね、いやマジでよかった。はい、もう本当にね別世界だったので、今回はもう10年以上の iPhone ユーザーの僕が見たこのね Galaxy Z Flip 6をレビューしていきたいと思っています。なので iPhone からね Galaxy とか、Z Flip 6の乗り換えを検討している方とか、そういった方にめちゃくちゃ役に立つと思いますので、よかったらですねぜひ最後までご覧いただければなというふうに思います。というわけでそれではね早速やっていきたいと思うんですけれども、まずはこのね Galaxy Z Flip 6がどういうスマートフォンなのかっていうのをご紹介していきたいと思います。まずね特筆すべきはこの折りたたみというところですね。縦向きに折りたたむことができるスマホになっています。でここにカバーディスプレイっていうのがあるので、こんな感じで他のねサブディスプレイとしてもいろいろとね楽しむことができるといったような内容になっております。もうとにかくさ、この見た目エグいやん。もうめちゃくちゃ可愛いのよねで僕は生粋のねグリーンが好きな人間なので、カラーバリエーションはもうグリーンのねカラーを購入しました。ここのね折りたたみ部分のサムスンっていうロゴもねすごくいいですし、で今回のね Galaxy の Z シリーズのスマホからキャリアでね購入しなくてもいい SIM フリーでね Galaxy サムスンからね直接購入することができるようになったんですよね。っていうのもあって今回ねちょっと購入したっていうのが、理由にもなっていますね。で iPhone とね比較するとこんな形ですね。Z Flip の方がねやっぱりこうディスプレイのね縦サイズっていうのはすごく大きいですし、ここのねカバーディスプレイっていうのもねプラスであるので、なんかちょっとお得感はねあるかなといったところですね。で一応重さっていうところはほぼほぼ一緒で約 187g ぐらいなので iPhone 15 Pro とほぼ一緒ぐらいの重さになっています。本当にねマジで一緒ぐらいの感じで、使っていますね。で今使ってるスマホケースはね Amazon で購入したクリアケースにしています。でちょっと1個ミスったのが、マグセーフ充電対応じゃないものを買っちゃったのでマグセーフ充電ができないので、ちょっとこれはミスでしたね。で今回カラー展開としてはシルバーシャドウ、イエロー、ブルー、ミント、クラフテッドブラック、ホワイトの6色になっていますね。でサムスンのオンラインショップのみでクラフテッドブラックとホワイトを購入することができるといった形になっています。やっぱり Z Flip シリーズの魅力はねやっぱりこのカラーバリエーションと、そしてこのコンパクトなすごいちっちゃい、もう本当に可愛らしいんでね、毎日これねもうずっといじくってるから本当にね気に入ってるスマホですね。でなんといっても Z Flip の魅力はこのカバーディスプレイですね。フリップ5、6からここね大画面になっていろんなことができるようになったんですけれども、まず左に行けばいろんなこう通知をね確認することができたりしますし、ここのね待ち受けも長押しをしてあげればこんな感じでいろいろと変えていくことができるんですよね。どう？めちゃくちゃ可愛くない？こんな感じでめっちゃねいろんなねカバーディスプレイがあるんですよね。で僕はねもう結構ねデフォルトが好きなタイプなんで今デフォルトを楽しんでますと。で次右に行くとですね、こんな感じでいろんなねウィジェットとかにアクセスをすることができるようになってるんですよね。はい。でここからこのままね録音をね開始していろいろとねボイスレコーダーで記録していったりすることもできたりしますし、でここからね YouTube にアクセスをしてこう自分のねチャンネルを見に行ったりとか、あと Instagram とかもね開いてねいろいろと見たりとかね、そんなことができるようなものになっているんですよ。でそしてですね、ここに電源と音量調節ボタンがあるんですけど、この電源ボタンを2回押せばこんな感じですぐにカメラが起動されるんですよね。でこれで超広角、広角といじることができて、
でこれでジェスチャーをすればこんな感じで写真がね撮れるような仕様になっていますと。でもちろん動画のね撮影もできるようになっていたりとか、結構ねこれすごくいいですよ。ポートレートモードとかもね使えたりする。で気づくかな、このね外カメなんですよね。これ中のこっちのインカメを使うわけじゃないんで、このね外カメで、自撮りができたりとか仲良くね写真を撮影することができるといった形になってるんですよね。めっちゃいいよねこれ。普通にこういったところが一番ねメインの特徴かなというふうに思います。であとはねこのミュージックとかもいけますので、はい、こんな感じでね音楽もねここで選んで楽しんだりすることができるといったところになってきますと。でですね、折りたたみスマホといえばやっぱり折り目がね気になる方いらっしゃるかと思うんですけれども、こんな感じですね。どうかな。まあね、もちろん分かるっちゃ分かるんですよ。はい、こんな感じですね。ただ電源をつけてちゃんとねディスプレイがついてるとほぼほぼそこまで気にはならないかな。ただYouTube とかねスクロールしながら見たりしてる時とかはやっぱここのヒンジの部分っていうのは折りたたみのねなんかあるなというのはやっぱ感じはしますね。ただこれでも Z Flip 5より6の方がね、格段にねここのヒンジはね目立たなくなってるとのことなので、僕はねそこまで使っててなんかすごい不快感があるというふうにはそんなに全然思わないですね。こんな感じでスクロールしていっても、ちょっとねこうやってスクロールするとめちゃくちゃね気持ち悪いんやけど、これで僕結構寄っちゃうんですけど、でも言うてね綺麗ですよ普通に。で平らにしてもね、全然僕はなんか問題なく使えてますけどね。はい、すごくいいかなと思います。で続いてメインディスプレイに関してなんですけど、これは iPhone より長い 6.7 インチのディスプレイサイズという風になっています。このサイズとしては iPhone15 Pro Max とほぼ同じねサイズかなといったところですね。で画質に関してはねもうほんまに全く問題ないかなと思います。ちょっと比較してみましょうか。こんな感じで、両方ともね普通にめちゃくちゃ綺麗かなというふうに思います。で実はね16対9のね動画であればほとんど表示画面っていうのもね、一緒ですし、色のね感じっていうのも割と近くて、ちょっとね色温度っていうのは、iPhone の方がちょっとね暖色が寄ってるかなっていうふうには思ったりはするんですが、基本的にそこまで画質っていうところに大きな差はないかなと思いますね。ただ僕的に YouTube をね見てるときにこの空白がすごいなんか気になっちゃって、ここはね iPhone で見てる方がなんか落ち着いて見れるなっていう印象はあったりしますね。でそしてディスプレイのリフレッシュレートに関しては 120Hz に対応してるので、かなりヌルヌルですね。ちょっとね今撮ってるこのカメラが24フレームで撮ってるので、もしかしたらねそこら辺が伝わりきらないかもしれないんですけど、例えばねインスタとかもこんな感じで見ていくと、結構ヌルヌルですし、割とね大画面で、すごく心地よく操作はできるかなといったところですね。60Hz と 120Hz ね比較するとねやっぱり結構ね違いっていうのは感じるかなというふうに思うんですけど、120であれば割とねかなりヌルヌルとした体験が待ってますし、その分ねちょっと消費電力はね増えてしまうんですけれども、結構ねここはいいかなというふうに思いますね。でねそのバッテリーに関してなんですけど、僕結構ねがっつり毎日使い込んでるんですけど、僕はねiPhone と今サブスマホとして、こっちどっちが今サブか分からへんねんけどな、めちゃくちゃ両方使ってるから、今はね Z フリップの方がもちろん使ってるんですけど、両方使ってるからそこまでそんなに困るっていうことはないんだけど、メインとしてやっぱこれ1台だけで完結させるっていう人にはやっぱりねそんな持たないんじゃないかなと。持つてかバッテリー自体も容量は上がったんですよ。Z フリップ5が 3700mAh だったんですけど、フリップ6は 4000mAh になってちょっと大容量化したんですね。ただ、それでもまだねもうちょいね持ってくれた方がやっぱいいなというふうに思うので、バッテリー持ちに関してはめっちゃいいとかでは全然ないかなといったところです。でさらに進化ポイントとしては Z フリップ6は画面輝度も明るくなりました。今これがね MAX の輝度になってるんですけど、こんな感じの輝度感ですね。両方ともここのね2つはね割とね両方明るくなったんですけど、今回のねフリップ6は5に比べてね割とね画面輝度っていうのが大幅に上がってるっぽくて、もともと1750ニットだったのが今回から2600まで上がって、で一応ね数字的には iPhone15 Pro が2000ニットなんですよね。なので最もね明るいディスプレイといったところになってるみたいです。ちょっとねこのね感じだったらねその違いがわからないんですけど、何か設定がいるのかな、それかピーカーのね外に出た時に感じられるのかなといったところなんですけど、画面のね明るさっていうのはね、使用していても非常にね、明るくて使いやすいかなといったところです。でさらに進化したところで言うとカメラ性能ですね。今回カメラの性能も上がってですね、これまでねフリップシリーズっ
っていうのは1200万画素が最大だったんですけど、今回からここで、5000万画素にすることができるようになりました。なので超高画質になったんですよね。なので高画素化したことによってこうトリミング体制ができて、よりねこうクロップを後からしてもいいとか、そういったところになってくるので、ここら辺は結構大きな進化ポイントですよね。でただ iPhone15 Pro と比べるとやっぱりね望遠レンズっていうのがこっちにはないので、こっちだと望遠レンズがあるんですけど、ここにはないので、やっぱりね望遠側はフリップの方がね、弱いかなといったところです。で実際のね標準レンズとかで、同じね5000万画素と iPhone の4800万画素で取り比べてみると、正直僕はそこまで差を感じないかな。ただでも実際に拡大してみると iPhone の方がやや綺麗かなといった形ですかね。そもそもねこの Z フリップに関してはそんなにカメラ性能がめっちゃいいカメラではないかなというふうには思うんですけれども、とはいえそれなりにねしっかりと綺麗に撮れるかなといったところですね。でちなみにですねちょっと拡張してあげれば、このねプロモードっていうところにアクセスができるようになったりするんですよね。でここでホワイトバランスを変えれたりとか、明るさの露出調整とか、シャッタースピードを変えれたりとかね、ISO もデフォルトでね、上げていったりとか、結構ね、いろんなことができるようになっちゃうんですよね。で、あとは食事のね、撮影モード、ハイパーラプスモードとか、その他とかもね、結構いろいろとね、ナイトモードとか、こういったものをね、選べたりとか、こういった撮影モードの多さとか、デフォルトでできることの多さっていうのはもう iPhone よりは圧倒的に多いですね。なので、写真とか動画をよりね、こう奥深く楽しむであったりとか、画質は一旦置いといて、よりね、その最適化されたモードが用意されてるみたいなっていうのは Z フリップの方が圧倒的に多くて、よりね楽しいなっていう感じはしています。はい、という感じで、以上がねこの Z フリップ6のね魅力というか、5からの進化ポイントプラス今回のね簡単なスペックといったところになってきます。でこの Z フリップ6のいいところ、僕がね購入をねちょっと決め手になったところで言うと、やっぱその可愛さとかこうデザインっていうのはもうめちゃくちゃいいじゃないですか。それプラスで Galaxy AI ですよ。これAI 機能、この辺もねかなりね、進化ポイントというか、新しい新機能フィーチャーっていうのがねあったりするんですけど、このね中身がねなかなかいいんですよねっていうのをちょっとねまず皆さんに紹介していきますね。まずはねなんといっても囲って検索をね、もうこれマジで便利やから、これはね最高やで。例えばこういうさ、僕のね、インスタをこう見てるとするじゃないですか。こんな感じでブラーって見ていて、このアキアのこの服ええなみたいな感じで思うとするじゃないですか。こんな時にこのホームボタンを長押ししてあげて囲ってあげるんですよ、こうやってね。はい、ほんなら検索してくれるんですよ。でこれほんまに合ってる、これをねこれだなみたいな。でこのまま値段も入ってるんですよね。で調べていくことができる。でそのまま買えちゃう。スカストも出てくるやんみたいな、中古もあるやんみたいな感じで、これどうこれねめちゃくちゃいいねほんまに。であとはですね文字起こし機能ですね。こういったねボイスレコーダーとかでちょっとレックを開始して、こんな感じでね僕が喋るじゃないですか。ほんでこんな感じで、ちょっとねいろいろと喋っているんですけど、これをですね、こんな感じで保存してあげて、でこれをねアクセスをしてこの文字起こしを起こすんですよ。こんな感じ。実際に文字を起こしてくれるんですよね。で、ちょっとねスピーカーが2人分になっちゃってるんですけど、違う時にやってた時とかの問題やったらこんな感じであったりするんですけど、自分がね喋ってるものをテキストにしてくれるといったところですね。でこれをコピーしてどっかに貼り付けたりすることもできるし、ここから要約をねさせることによってこんな感じで自分のねものをね要約して、こういった話をしてますよっていうのをすぐにね要約してくれると、こういった機能もあったりするんですよね。これはねすごく便利かなと、使いやすい機能かなというふうに思います。ただですね、ちょっと精度は微妙です。正直なところ僕が使った感じ、精度は微妙だし、全然普通に聞き間違いめっちゃ多いなって感じ。なのであんまりねちょっと意外とねまだ実用的じゃないなって感じがしてるので、機能自体はすごくいいしすごいねいいんだけど、僕普段ねいろんな文字起こしのね、ツールって普段から使ってるんですよ。ダヴィンチリゾルブにもね AI の自動生成とかあったりするんですけど、そういったものを使ってる方が全然はるかにまだいいので、ここはもうちょいね精度良くしてほしいですね。頑張っていただきたいなと思います。はい、で続いてのね AI 機能なんですけど PDFAI なんですよ。これねめちゃくちゃいいんですよね。僕結構ね仕事からねいろんなこう世界中のね企業さんともこうお仕事させていただくので、カタログとかスペック表とかっていうのをこう英語の PDF とかでいただいたりするんですよね。取説とかで、そういったものがほぼ読めないんですよ。英語ができるわけじゃないんで、そんな時に例えばねこんな感じで、英語のね資料をいただいたとするじゃないですか。丁寧に書いてくれてるんだけど分からへんって時にもうこれをねタップしてあげるだけで、これを翻訳をしてあげるんですよ。そしたらね今この英語のものがこれで日本語になりました。で他にもねこういうちょっと複雑なところに行ってもこれでね翻訳をしてあげればすぐに適用されて、こういう風にわかるかな、ここの実際のこの中、このね画像の中まで翻訳されてるんですよね。いやギャラクシーすげえよ。
もうこれだけでももはや買う価値あるなというふうに思いました。で次が写真の編集系の AI ですね。これもねめちゃくちゃいいんですよ。もうびっくりしたこれ。じゃあ仮にこの写真がちょっと傾いてたとするじゃないですか。ほんならこれをね水平を取って戻した時にこのねちょっと枠がさ足らんみたいな時あるじゃないですか。でこれをねもう生成をしてあげるんですよね。はい、でこれをちょっとしばらく待って足りない部分を追加中っていうのが出て、これを待ってあげると、はい、こんな感じでわかるかな。もうこのなかった部分がねすごい綺麗に生成されてるんですよね。っていう感じでこう傾きがね間違えててもすぐにねできるようになっていますし、他にもですねちょっとこういう人が写ってた時にこれをタップしてあげれば、でこれを、はい、長押ししてあげて、はい、消しゴムのようなもので消すと、で生成してあげる。はい、そしたらねめちゃくちゃ見事に消えてません？すごくないこれ。これはね有名な Google Pixel の消しゴムマジックみたいなことがもう全然この Galaxy でできちゃうんですよ。であと他にもねフィーチャーとしては、例えばこういうね写真があった時に画面とかを撮るとさ、こういうモアレみたいなのが出るじゃないですか。こういうのもね消せるんですよね。これをね下から上にスライドしてあげて、そうするとねモアレを削除という画面が出てくるんですね。でこれをねちょっと押してあげると、そうするとまたこれでね、はい、自動的に消してくれます。はい、でこれがねビフォーアフで見れるんですよ。わかるかな。はい、ビフォーアフター。わかる？ここの周りがめっちゃ消えてますよね。しかもなんかちょっとめっちゃ見やすくなってません？この画面が。すごいね、綺麗になってますよね。で、保存してあげるといった感じで、すごいね、こういろんなこう編集機能、編集アシスト機能がね、できるようになっていますね。ただ、このモアレ削除機能とかに関しては、iPhone で撮ったものをこっちに入れて、こっちでやると、適用しなかったです。はい、なので、多分こっちで撮らないといけないんじゃないかなというふうに思います。はい、で、さらにね、まだまだあるんですけど、スケッチ系のね、AI もあるんですよね。このフリップ5ね、こんな感じで、右からねいろいろと出すことができて、よく使うねアプリとかがすぐ出たりするんですけど、これをね使ってあげると何か書いてくださいと出てくるんですね。ここで例えばちょっと猫ちゃんでも書こうか。こんな感じでできるとするんですか。でこれを生成すると、ちょっとこの画力は触れんといてね、もう絶対触れんといてやるんだ。はい、こんな感じで実際に、はい、ちょっと AI がいろいろと出してくれるといった機能もありますね。ただこれに関してはどう使えばいいかはわからんただこういったものもあります。でより実用的なものとしては、今のを実写の写真に混ぜることができるんですよね。例えばねこの写真を使うとするときに、ここからね AI スケッチができて、こういう風にねこう何かちょっと雲欲しいなと思ったらこういう風に雲描くじゃないですか。でこれを生成するんですよ。ほんならこのね場所に合わせたリアルなものに変換してくれるんですよね、これを。はい、全然違うねでもこの辺はこれはギリ使えるかな、っていう感じのことは一応できたりはします。ちょっとこっちで簡単な月にしてみよう。こういう風にこれをねちゃんと AI が月とムーンと認識してくれればいけるはず。はい、どうこれ結構良くない？ちゃんとすごくない？出るようになってます。ただねこれちょっとねどういった事情かわからないんだけど、このね作ったらここにですねこのね AI で生成されたコンテンツっていう表示が絶対出てくるんですよね。なのであたかもねほんまにありますよっていうようなことをこう SNS 上に出すことは多分できないんじゃないかなと思います。これ何かの規制があるんですかね。あとはちょっとこの辺に車でも書いてみましょうかね。こんなんとかで車ってわかるかな。来た。すごっ。これはすごくない？すげえ。もう本当に雑なねお絵描きが実写に溶け込むといったこともできるようになってます。これはなんとか使えそうではあるね。っていう感じでねいろんなスケッチを使っていろいろと組み合わせることもできるんですけど、ちょっと僕が思ったこととしては Galaxy Z Fold の方にSペンっていうのかな、なんかペンシルも一緒にあれ使えるんですよね。でそのペンシルがね多分こっちだと対応していないんですよね。っていうのがちょっと僕的にはなんでやねんって感じではありますね。スケッチができるのはすごくいいんだけど、この画面に描くって結構至難の技なんですよね。めっちゃむずいし、指で描くって結構普通にきついので、そこのペンシルの対応は絶対あった方が良くないというふうには僕は思います。なのでちょっとねペンシル何か互換性のあるなんかおすすめのものを知ってる方いらっしゃったら、それちょっと教えていただきたいです。であと他にもリアルタイム翻訳っていうね AI 機能があったりしてて、ここのねカバーディスプレイを使ってですね自分の言語を相手のね言語に合わせてリアルタイムでね翻訳をさせていくことができるんですよね。なので実際に対面で会話をし
しながら全然違うね言語同士で会話をすることができる、そういったサポートをしてくれる AI 機能があったりとか、あとはねチャットアシストっていうのもねあったりするんですよね。これは現時点ではね Z フリップと Z フォールド6のみに対応しているみたいなんですけど、これもねすごく面白くて AI のキーボードがこうメッセージを提案してくれるんですよね。しかも翻訳もできるので海外の人とのねやり取りにもすごく便利になるんですけれども、自分が箇条書きでねこうワードを入力していって、でそれに対してそれで自動でね文章を考えてくれるんですよ。なのでこういちいちね自分がこう文章を考えなくても、これとこれとこれをこんな感じでっていう風にやればもう AI が文章を作成して、しかも結構リアルにねやってくれたりするんで、こういったサポート機能っていうのは結構充実してるなといった形ですね。今紹介したこの2つに関しては、ちょっと僕そのねタイミングがないんでまだ使ってはないのと、あんま使う機会はねないかと思うんですけど、一応ねこういった機能もあるといったところで紹介をねさせていただきました。はい、というわけでですね、ここまででねこの Z フリップ6のねこう新しいね進化ポイントとかフィーチャー機能っていうものがね皆さんに伝わったと思うんですけれども、ここからは実際に僕が使ってみての感想で良かったところっていうのをご紹介していきます。で特に聞いてほしいのが iPhone ユーザー目線で話したいところを聞いてほしいんですよ。僕はねやっぱり iPhone しか使ってきてなかったし Android っていうものを全くもって知らなかったんで、その目線からするとねもうすんごい新鮮でね面白いことがめちゃくちゃ多かったんで、購入を検討されてる方、乗り換えを検討されてる方はぜひね、チェックしてもらえたらと思います。まず一つはですね、もう驚いたのが設定の追い込み具合がえぐいです。ギャラクシーマジでびっくりした。とにかくこのスマホはもう追い込んで追い込めるんですよね。正直ね iPhone とか比にならんぐらい本当に細かくのいろんな設定が最適化してできるようになっています。これびっくりしました。例えばこのねプロモードとかこのね食事モード、ハイパーラプスモード、その他とかでもうめちゃくちゃいろいろとあるわけですよ。こんな感じで ISO とか変えられたりね、細かくでヒストグラム出てますからここにっていうね、こういったもうカメラに1個に対してもここまでいろいろとできるといったところがまずすごくいいじゃないですか。でさらにですね、この音量ボタンを押すとねこんな感じで音量のねツールが出るんですけど、これ見てください。てかまずそもそも気づいたこのね音量のこの分かる単位が0100なんですよね。0150か。これ1単位で変えていけるんですよね。拡張しておけばね。でこれがですね面白くて、この EQ イコライザーとかまで決めれちゃうんですよ。でカスタムで低音ブーストとかね、あとはバランス重視とかクリアとか、どうこれやばくない？でドルビーアトモスとかコンサートホールとかのちょっとこうリバーブをかけたりとか、アップスケーラーとかめちゃくちゃね音量1個をね細かくすることもねできるといったところになってくるんですよね。でこれらはデフォルトではなってなくて、このねグッドロックっていうアプリをね使ってこれをね換金していくことによって、こんな感じでカメラアシスタントとかワンハンドオペレーションサウンドアシスタントとかこういったものをダウンロードしてあげることによって、こういったねこう拡張機能がね設定できるようになってくるんですよね。でこれがめちゃくちゃいろいろあるし、めちゃくちゃこれがねすごい便利なんですよね。ただ一個一個これをねもうダウンロードしていかないといけないっていうのはもうめちゃくちゃめんどくさいんで、元から入れといてっていうねことを思ったんですけど、でもこれは容量を必要じゃないものをわざわざダウンロードして容量を圧迫するよりは必要なものだけを選んでねっていうことなのかもしれないかなというふうには思ってます。でこのワンハンドオペレーションもすごくてですね、これがねめちゃくちゃ良かったんですけれども、このワンハンドオペレーションをオンにすることでですね、ここのこういうものをね使えるようになるんですよね。この真ん中とか右下とかもできて、僕ここにねライトを設定してるんですよね。ワンハンドでこれを押せばもうライトをつけるようになっています。でこの辺ちょっとすごくややこしいんですけど、そもそもさ iPhone と Galaxy って操作体系が違うわけですよ。デフォルトであればインスタグラムでこう何かを押すじゃないですか。でこれを戻りたいってなったら iPhone はこう戻りますよね。でギャラクシーだったらここを押して戻るんですよ。でホームに行きたい時はこう戻るんですよね。でギャラクシーはここを押すんですよっていうのがあって、で僕的には1個戻る時はこう戻りたいんですよね。こっちの方がやっぱ慣れてるんで、何かを見てやった時はこう戻ってこう戻りたいわけですよ。でこれがギャラクシーでもできるんです。全然デフォルトだったらできないんだけど、設定をすれば問題なくできちゃうんです。でこれがこのねワンハンドオペレーションを使ってあげれば、このしかも3つを割り当てれるんですよね。この右下とっていうこのエグさまずっていうのがすごくいいですよね。でさらにねこのナビスターっていうものを使ってあげれば、こういう風にこのねジェスチャーにするかこのボタンにするかっていうのを選べるんですよね。このジェスチャーにすればこういう風に、普通に iPhone 通りスワイプで制御できるといったことになっていますね。でこのね3つのものにするのか1個だけのスワイプにするのかっていうのも決めたりできるので、もうこれで完全にね iPhone のような形で使うことができるといったところですね。でここに関してなんですけど、僕ねこれ買った時はめちゃくちゃ使いにくかったんですよ。いちいちこの3つを押すっていうのがすげえねちょっとやりにくかったんですけど、もう今完全にこのボタンの方が使いやすいですスワイプって楽なんだけど結構ね指のカロリー使ってるんですよね。
なんかねこう一回一回この操作っていうのがやっぱ画面もねこう近年大きくなってきてるんで、この動作っていかに意外としんどいんやなっていうのが感じるようになりました。なのでこのスワイプっていうのもねやってみたし使ってたんですけど、これボタンの方が使いやすくねってなって、あ、これ意外と俺はこっちやったんやっていうのがなんかめっちゃおもろい発見でしたね。でこれって逆に iPhone ではこのボタンのねこうホームボタンもないからさ、3つの方の表示っていうのができないんですけど、これがねやっぱこの Galaxy っていうのは両方選べるっていうところでめちゃくちゃいいなっていうふうに思いますね。っていう感じでいろいろとね、紹介したもの以外にもめちゃくちゃあるんだけど、すごいカスタム性能っていうのを奥深くまでいけるんですよ。もう紹介したものをなんかもうほんまこんなぐらいもうめちゃくちゃいけるから、このね設定の奥深さにはめちゃくちゃびっくりします。本当に使いやすいです。はい。で続いてがですね、部分キャプチャが便利すぎます。これもマジでエグいんですけど、ちょっと見てほしいんですけど、こういう風にね動画を見てるじゃないですか。でこれでですねちょっとこんな感じでね、はい、ここをちょっと囲ってあげるんですよ。はい、そうするとこういう風に、はい、範囲をね作ることができるんですね。でこれを固定にしてあげると、ほんならこれがねずっとここにキープできるんですよね。でこれを見ながらこんな感じで、ソニーのカメラはみたいな感じで、このねものを見ながら、できたりねするんですよね。これがねもうめちゃくちゃ便利ですよ。でこれどういう時に使うかっていうと、銀行の振り込みですよ。これにめちゃくちゃ役立った。僕だったらね会社の経営とかしてたりするので、結構いろんなところに振り込みっていうものをね銀行口座からやっていくことめっちゃ多いんですよ。そういった時に人の口座情報をそのままスクショをして、で銀行のアプリを開けるんですよね。でそのままもう入力していくだけなんでめちゃくちゃ楽なんですよね。でしかもねこれ保存せずにもうこのままね捨てることができるので、もうこれはねもう最高に使いやすいもう神機能ですね。これもぜひ iPhone にもね導入してほしいなというふうに思います。でこの機能に関してはこの折りたたみっていう要素を活かせば、他にもやり方はあるんですね。例えばこのように YouTube を開いて、僕ちょっともう設定してるんですけど、この2本指で上げると、ほんならこんな感じで、はい、なんと分割をすることができるといったことになります。これで動画を見ながらこんな感じで入力をねしていくことができると。でこのね画面のこう分割の具合っていうのもね変えたりすることができますので、全然このマルチタスク系は余裕でできるようになってます。これはねもう超便利、めちゃくちゃ使ってます。はい。で次がですねデータ移行ですね。これも僕はねそんな恩恵をね感じれてはないんだけど、めちゃくちゃ良くなったみたいなので紹介させてください。というのもねこの iPhone から Android とかに変えるってなった時にやっぱここのデータのさこう引き継ぎっていうのが今まですごい課題だったじゃないですか。でこれがもう今かなり良くなってるみたいなんですよね。そもそもこの iPhone から Android に今有線でもう完璧に移動できるようになってるらしいんですよね。もうほとんどの情報を引き継ぐことができるようになってるみたいで、しかもですねここに来て Galaxy の端末限定かなはLINE のトークも引き継げるようになったらしいんですよね。LINE のトーク履歴が引き継げるようになった。で現時点では多分 Galaxy だけみたいなんですよね。ここに関してはめちゃくちゃいろんな大人の事情がありそうなんですけど、 Galaxy 端末は LINE の引き継ぎが可能になりました。なので僕これを変えたんですよ。結果的に引き継ぎしてないです僕これだけ言っとくわ。ここは誤解のない言ってくけど、僕使ってみてこれを完全に乗り換えるっていうところにはまだ踏み切ってはいません。今のところこの2つのねスマホ2台持ちっていうのがね、今の僕の最適解でいるんですが、逆にこの Galaxy 1本にできない理由っていうのもねこの後に話すんですけど、結果的に僕 iPhone のままにはなってます。ただ一方でですねこのね引き継ぎっていうのは完全にできるんだけど、この日々のデータ転送ですよね。iPhone だったら Mac とか iPad で AirDrop ができるじゃないですか。無線で送ったりね。もうそこの完全エコシステム、Apple のエコシステムのが最高なんだけど、果たしてこれはどうなのかというと、やっぱ不便です。これに関してはもうしゃあないと思うんですよ。ただ僕はねもう完全に仕事は Mac を使うし、iPad もめちゃめちゃ使ってるから、やっぱりね iPhone の方がデータのねこう仕事っていうところではもうやっぱ使いやすいなっていうのはもう率直な感想ですね。現時点では僕今この SendAnywhere っていうねアプリを使ってて、結構いろいろ試してるんですけど、これが結局どんな環境でも使いやすいかなっていうのがあって今使ってるんですけど、例えばこれでやるとすると、じゃあ送りたいね写真をこう選択をしてあげてですね、こんな感じでこれを送信したいってなるじゃないですか。ほんならこの QR かこのねキーが出てくるので、これを読み取るか入力をしてあげる必要があるんですね。で見てください。もうここにまず広告出てきます。これめちゃくちゃだるい。はい。でこんな感じで読み取るじゃないですか。ほんならこれでもう受信がね始まって送信が始まるんですけど、見てください。はい。広告出てきます。でここにも広告出てきます。でこの広告がね長いんですよ。広告祭りです。はい。っていうのが他のねアプリケーションでもね広告がめっちゃ多いんですよね。で1回終わったと思ったらまだあるんですよこれ。
なんかよくわからんフリーズタイムがあって、でやっとでまた最後に出て、で iPhone 側にようやく入るといった形になるんですよね。このようにデータ転送っていうのは全然できるんですけど、やっぱだるいですよね。AirDrop とか Android 同士の方がクイックシェアやったかなっていうかがあって、やっぱやりやすいんですけど、やっぱここを交差させるっていうのはやっぱりね、どっちが悪いとかじゃないと思うんですけども、やっぱこれはねもうザ競合のね世界だと思うんで仕方ないんだけど、やっぱりねこう Mac を使ってる中で Android を1個入れていくっていうのはやっぱこうストレスがたまることには間違いはありません。はい、というわけで続いてがですね、細々としたいものがいっぱいあるんでちょっと一気に説明していくんですけど、まずはですねアプリをね一括削除できるっていうのがすごい楽。例えばこういう風に、ここのね今やったものがこうやって iPhone とかって消していくじゃないですか。これをねもうワンタッチで全部閉じます。超楽です。はい、っていうのがあったりとかで、あとはですね YouTube 鑑賞とかがすごく良くてですね、こういう風にするとね、わかるかな、はい、こういう風に折りたたむとなんかねこっち側でねいろんな操作ができたりするようになるんですよね。なのでもうずっと作業中とかこういう風に立てかけてコンテンツを楽しむことができるといったこともできますし、で逆にこのねもう完全ねこのカバーディスプレイの方で再生をすることもできるので、こういう風にですね完全に立てかけて動画の視聴とかを楽しむといったことができるようになってきております。であとはやっぱりカメラですね。この機動力の速さ、これを2回押してあげてもうカメラになりますと。でジェスチャー機能があるので手を広げてあげてそれを見せるともう一瞬でね撮影をしてくれるんですよ。はい、こんな感じでっていうのがすごくまずやりやすいですよね。でこれはねすごい感覚的な話になるんですけど、なんか漏れる、これはねちょっと本当に感覚的な話で申し訳ないけど、なんかね漏れてる気がするんですよね。これで撮るときね厳密にね比較があんまりできてはないんだけど、やっぱ外カメで撮ってるっていうその強さと、あとはねやっぱねサムスンって韓国の企業じゃないですか。なのでやっぱその韓国人向けというかね、やっぱそういったこう若者の Z 世代の人とかに向けて多少ねこう映りが良くなる、例えばこのハイライトが良くなったりとかハイトーンにしたりとかちょっとトーンアップして見せたりとかっていうなんかね補正が入ってるのかもしれない。ただこれに関してはね全然根拠も何もないんであんま信頼してほしくはないんですけど、僕が感じたことで、そもそも外カメで撮ってるからこう自撮りっていうものをしたとしてもめちゃくちゃ綺麗なので全然高画質に使えるっていうところはまずねめちゃくちゃいいところかなというふうに思いました。であとはですねすごく細かな話にはなるんですけど、キーボードのね配列がめちゃくちゃいいんですよね。このね英語配列にした時に分かるかな、この一番4行目のここの部分にですね数字が配列されてるんですよね。なので英語を打ちながら数字を打てると。で iPhone の場合って英語を打った時に数字はねまたページを変えないといけないんですよね。っていうのがめちゃくちゃ便利。こういった細かなところはすごく考えられてるなっていうふうに思うし、であとねこのキーボードに関してはねもうめちゃくちゃいろいろと選べるんですよね。なのでこういうふうにキーボードのねなんかコントラストとかこういったさこのすごいよね。なんかこんなんまでねめっちゃ決めれるし、ちょっとこれはあんま好きじゃないからオフにしてるけど、あとこのテーマもライトとかダークとかも決めたりとか、あともちろんサイズの透明度とかもね、決めることができますし、こういう風にこうどんくらいのサイズにするかとか場所とかもね決めれるようになっていたりとかしますし、あとはね細かくねこのスワイプ系のね機能とかね割とこう細かな活用できるようなものが用意されていたりとかで、本当にねいろんなこうキーボード一つでもねこの打ちやすさというか、すごいユーザーに寄り添った形があるなという風に感じましたね。であとびっくりしたのが Apple Music 使えるんですよ。これねすごい驚いた。もう全然ね同じような形でApple Music 全然聞くことができます。なのでAndroid をね買い替えるなら Apple Music である必要はもちろんないんですけど、僕もともとApple Music 契約してるし Mac とか iPad でもさ今聞いてるからさ、このオフィスでかけてるのでやったらもう統一しておきたいっていう気持ちがあるんですけど、そういったユーザーにも Apple Music 使えんねやみたいな。でさらに AirPods Max と AirPods Pro 使えましたこれもびっくりした。勝手にね使えないと思ってた Apple 製品って1個も、でも使えるっすね全然。はい、これはね本当に大きな発見でしたね。なのでここはね iPhone ユーザーとしてはてかApple ユーザーとしてはすごくデバイスまで使えるっていうのがすごく良かったですね。はいっていう感じかな。結構ねざっくりではあるんですけど、この辺がね僕が思うねいいところかなというふうに思いますね。で実際にねこれを使ってね友達とご飯に行ったりとかイベントに行ったりとかちょっとこうお出かけをねすること多かったんですけど、やっぱみんなねこれ注目しますよ本当に。何これみたいな、折りたたみスマホやみたいな、すんごい物珍しく見てくるから、そんな中でめちゃくちゃねここに注目してくれるってところで
話題になって、その辺も楽しさがあるかなといったところは感じております。っていう感じで、他にももっともっとあるけど、一旦ね僕が感じているすごくね、買ってよかったなっていうところをご紹介させていただきました。で一方でですね、注意点というか、やっぱりね iPhone から乗り換えるとやっぱハッピーなことばっかではないと思います。なので僕は結局2台持ちっていうところになってて、 iPhone をやめるといったことは多分今後もないと思うんですけれども、僕がね使ってて気になることとか、やっぱこう現実的にリアルなところっていうところをちょっとねここから皆さんにねしっかりとお伝えしていこうかなというふうに思います。で今回ねかなりのね量をねピックアップしてきているんですけど、Galaxy ってさっきも紹介した通り設定がめちゃくちゃ奥までいけるじゃないですか。で僕はこの Android スマホが初めてなので、もしかしたら今から僕がね指摘していくことは改善策があるのかもしれないんですよね。なのでもしそこら辺の直し方とかを知ってる方がいたらぜひ教えていただきたいなというふうに思います。できる限り僕は調べ尽くしたし、めちゃくちゃねいろいろといろんな動画を見漁ってきた中で、それでもできないんだっていうこととか、ここやっぱ不便だなっていうところがやっぱりそういったこともあったので、この動画だけを鵜呑みにはしてほしくないっていうものもあったりするので、もしね改善策があれば教えていただきたいなというふうには思っております。というわけで実際に使ってみてちょっとがっかりしていったポイントをね話していきたいと思うんですけれども、まずはこのメインで使っていたものがこっちに引き継がれないっていうところですね。ここがね思ってたのと違うかったなっていう、もう本当に結構これ根本的に仕様なんですけど、例えばこれ YouTube をね、僕の動画を見てるとするじゃないですか。はい、このねソニーのカメラ今買うならどれを買うべきかみたいな、これで見てます、楽しい、いいねいいねってなるじゃないですか。はい、でちょっと今からね洗い物しながら見ようかっつって閉じるじゃないですか。ほんで出てこないんですよ。一応ねこれ閉じてもなってはいるんですよ。ただですねこう1回ロックを上げて1スライドしてプレイ画面でしかないんですよね。なのでこれをさらにいってこの YouTube を押さないとここにたどり着けないんですよね。だからここでプレビューしていたものをこっちにこのままパッと来てほしいわけよ。わかる？それがねこの3アクションぐらい、もっといるか4アクションぐらいがあってやっとこうなるとめちゃくちゃめんどくさいね。いやこれをねできると思ってた僕が悪いとは思うんですけど、これぐらいできるようにさできたらいいよね。であとはですねすごい細かいところになるんですけど、このスマホは、認証方法が2つあるんですよね。1個が Face ID、 そして指紋認証ですね。これはめちゃくちゃいいと思うんですよ。基本的にここで、Face ID このね、カメラがしっかりとねセンサーで Face ID で開くといったところ、ここはめちゃくちゃいいんですよね。でそしてこのねサイドが指紋の認証もできるのでここもすごくいいし、でなんならこのねフェイスを認識したら勝手に開くんですよね。これもめちゃくちゃいいですよね。これ1回か上のスワイプがいらないっていうのはめちゃくちゃいいんですよ。これはねもう iPhone よりめちゃくちゃ使いやすいところなんですけど、一方でですねこのねロックを入力して開きたいとき、 iPhone とねこの Galaxy 最後のものを押したときにわかるかな、こっちだったらもう最後の 4桁目を押せば勝手に開くじゃないですか。こっちはでもね OK を押さないとね開かないんですよね。っていうのがちょっと邪魔くさいよね。ただですねこれ Face ID に関してはもう解けた瞬間こっちは開くっていうのがすごくいいですよね。ただこの iPhone はフェイスが開いてもこのスワイプがいるといったところになってくるので、ここちょっと一長一短ではあるんですが、最後のね OK が押さなくても開いてくれるといいなっていう風に思うことが結構多いですよね。これはめちゃくちゃ細かいけどね。であとはAndroid スマホってストレージがさ SD カード、マイクロ SD が入るイメージだったんですけど、やっぱもう最近のはなくなってるみたいなんですよね。っていうのがちょっとショックだったっていう感じはするかな。やっぱりさこういうガジェットとかって結構やっぱストレージでお金を稼ぐじゃないですか、正直なところ。アップルとかも Mac とかのさストレージ容量でめちゃくちゃ利益上げてるらしいんですよね。1テラ2テラ4テラ8テラとかでもう何万円も変わってくるじゃないですか。っていうところで僕は Android の良さって結構 SD カードをねずっと対応してるイメージだったんですけど、サムスンももうそこはもう全然ないと、内蔵のストレージだけなので SD カードが特にさせるといったわけではないといったところは、ちょっとね期待外れとは言わないんだけど、もうないんか Android もっていうのは感じはしましたね。で結構大問題かつ喧嘩売っちゃいそうですごい怖いんだけど勇気を出して言うんですけど、インスタのストーリーのテキスト表示が変わっちゃうっていうのもきついね。デザインが好きじゃないんですよね。やっぱりこう Android のフォントっていうのがもうすごい、これはね本当にめっちゃ気を悪くしてしまう人もすごく多いかもしれないんですけど、やっぱり iPhone を使ってきた身としてすごい好きなところがやっぱり端末の中に存在するフォントの美しさっていうのはやっぱあるんですよね。っていうのが、自分だけの使用感であればいいんだけど、こう SNS とかに投稿した時にインスタのストーリーズだけってもうねフォントがね端末に依存してしまうんですよね。実際に僕ねいろいろとテストしてたんですけど、
ど、これ見てみてください。これ iPhone のテキストと Android のテキストって違うじゃないですか。で、同じ絵文字は一応使えるんだけど、見え方は違ってくるんですよね。テキストメッセージをやり取りする分には、それが変換されて、普通に見ることができているんですけど、インスタのストーリーズっていうのは一回画像になるわけですよね。なので、それが埋め付けられてしまうと。だから変換されて、Android の絵文字と Android のフォントっていうのが Apple の人に Android のもののまま見えちゃうんですよね。なので Android 端末でストーリーズを投稿すると、テキストと絵文字が Android 仕様のまま送られてしまうっていうのが、僕はあんまり好きじゃないっていうか、これはこっちからしたくなくなりましたね。っていうのは、ここはね本当に正直思っています。で、そもそものフォント、画面デザイン、画面の美しさっていうところはやっぱりフォントがね良くない。 Android は僕的にはね、もうこのねインスタのこの画面を見てくださいよ。このね上のさ、この数字のさ大きさとかもさ、1.1 のこのなんていうカーニングとかもさ、めちゃくちゃなんかアンバランスじゃないって僕は思っちゃうんですよね。やっぱりこの iPhone の方がさ美しい、なんか無駄のない感じがすると思うんですよね。このね自分のこのキャプションとかもさ、どうかな。いろいろ好き嫌いはあるにしても、やっぱさiPhone の方が美しいよね。ここに関してはね、ちょっといろんな人を敵に回してしまいそうではあるんですけど、でもやっぱね、ストーリーズとかに関しても僕は結構ねビジュアルにこだわってやってるので、ちょっとここは許容できない範囲ではありますね。いちいちその拡張機能をインストールしないといけないっていうのがちょっとやっぱめんどくさかったかな。このねグッドロックっていうものを使っていろいろとねダウンロードしていろいろとねカスタマイズできるようになってくるんですよ。で、このカバー画面に関しても本来はデフォルトのままだったらこんなにいろんなアプリを入れれないんですよね。これも拡張してこのランチャーみたいなやつを使ってやってるからここまで拡張できてるんですけど、こういったものもできないんですよ。っていうのがやっぱもうちょい拡張しなくてもデフォルトでできるようになっていってほしいなっていう感じはある。毎回いちいち調べてやってるからちょっとね、慣れていない自分もあるんだけど、この Z シリーズ使う人って結構そういうもの好きな人が多い気がするから、なんかデフォルトでもうちょい増えててもいいんじゃないかなっていうのは感じますね。結構遠回りが多かったかな、これになれるまでね。で、あとはサムスン DeX に非対応なんですよね。皆さんこれご存知でしょうかね。僕もねずっとね憧れてたっていうか、ギャラクシーを買ったらこれをぜひやりたいっていうものがあって、これはモニターとスマホをつなぐことによってスマホの出力を PC の出力に変更できるんですよね。これによって端末はスマホなのに PC のような画面でいろんなことができるようになるんですよ。なので本当に PC として OS がちょっと変わったかのような感じで動くみたいなことができたりするんですけど、これが Z フォールドだったり対応してるんですけど Z フリップは対応してないんですよね。で、これが価格的に対応しとこうぜっていう感じは正直していますね。もちろんねターゲットがそうじゃないっていうのは理解できるんですけど、いやこれはね解放してほしかったなっていう感じがしていますね。っていうのが残念なところです。で、あとはですね物理ボタンですね。この辺もね若干僕は不満に感じていて、これね両方こっちについてるんですよ。こう電源とこの音量調節が2個こっちについてるんですね。これがね使いにくいんですよ。というのもこの畳む時にこっちが両方にあるからさ、どっちがどっちか分からんくなっちゃうんですよね。この状態だったら電源が上で音量が下なんですよ。でもこうした時って電源が下で音量が上なんですよね。これによって反転してしまうんですよね。っていうのがめっちゃややこしいんですよね。だからこれ僕ねいつもこれ間違えちゃうんですよ。音量を変えたいのに電源切っちゃうみたいなことがもう頻発してるんで、これはシンプルに電源と音量は左右逆にするべきだと僕は思います。これはね iPhone のね仕様が右が電源左が音量っていうのがあるので、そこはね結構使いやすさがね僕はちょっとその慣れっていうのが影響してるとは思います。で、あとですね指紋がめっちゃつくはい、ここがねやっぱりガラスフィルムが貼れないんですよね。こう折りたたむからね。なのでフィルムになっちゃうんで、ここのねやっぱこの加工のものっていうのがやっぱねめちゃくちゃ指紋つくね。で、このヒンジ自体は全然気にはならないんですけど、やっぱ経年劣化はねどこまでいくかっていうのはちょっと不安ではありますね。今のところ全く問題ないし、めちゃくちゃね綺麗だし、ヒンジめっちゃいいじゃんって感じ。折りたたみっていうことを忘れれるぐらい没頭できるのはいいんだけど、これが1年2年とか経った時にここがどこまで経年劣化してしまうのかで、このフィルムっていうのを
こうなんか悪くなった時に本当にこう変えていけるのか、修理とかのコストは上がるんではないか、中古市場は結構価格落ちちゃうんじゃないかみたいな不安は、いっぱいあるかなといったところですね。その辺は理解して買うべきかなとは思います。はい。であとはですね、LINE のね移行ができていないもう一個の理由がですね、 iPhone ってさ LINE を長押しするとこうパッとこう浮き出して見ることができますよね。でそれがこっちだとできないんですよね。お前未読無視してんかって感じなところではあると思うんですけど、そうなんですよ。そうなんですっていうか、どうしてもあるじゃないですか。なんかこう既読をつけてずっと放置しておくよりももはやつけとかないでちょっと一旦ね返せる時に返そうみたいな時ってどうしてもあるじゃないですか。っていう時にこのメッセージを確認できないんですよね、こっちだったらね。っていうのもあって僕は今移行ができていないっていうのも大きな理由の1個ですね。これに関しては機内モードにしてで開いてで確認してまた機内モードを解除すればいけるらしいんですけど、ちょっとめんどくさいし、このやっぱあれは便利なんでちょっとふわっと浮かしてできるっていうことに越したことはないんで、あれができないっていうのはちょっと残念なところですね。はいっていう感じですかね。以上がね、僕が iPhone をね長年使ってきたところでより感じるところをご紹介させていただきました。最後に価格になるんですけれども、今回僕が購入したのは Galaxy Z Flip 6の 256GB12GB モデルですね。今回から 8GB から 12GB にグレードアップしますね。で、サムスンストアで15万9700円ですね。高いね。iPhone15 Pro ですね。こっちの 128GB が15万9800円なんで、ほぼ同じ価格帯のものですよね。256GB スタートっていうのはね、すごくいいかなというふうに思いますし、で、あとですね、僕公式で買ったからか、Galaxy Buds 3をね、タダでもらえたんですよね。これキャンペーンをね、していて、その期間だったということだと思うんですけど、これがもらえたんで、僕は結構かなり得した感じはあります。で、これに関しては、全然いいし使いやすいんだけど AirPods Pro 使えるし AirPods Pro の方が乗りやすいの全然いいんでちょっと出番は少ないかな。ジム行くとか、ちょっとねそういった時とか、気分的に変えて使ってみようかなと思うんですけど、こういったものももらいましたね。なので公式ストアで買うのがやっぱ発売日すぐぐらいに買うのが一番ねお得なんじゃないかなというふうには思いますよね。あとはシンプルに Google Pixel とかこの Galaxy も含めて iPhone よりもちょっとお得にしてくれますよね。こういったすぐに買うとね、こういったアクセサリーをつけてくれたりとか Google Pixel でも下取りをねしていくと安くしますよみたいな、めっちゃ安くなるじゃないですかっていう、やっぱどうしても Apple と比較するとめちゃくちゃお得感っていうのがねあったりしますので、そこはね消費者にとってすごく嬉しいところかなというふうには感じました。いろいろとねお話はしたんですけれども、僕が初めて乗り換えてみた感想としては Galaxy っていうのはすごくね iPhone ユーザーに寄り添ってるなっていうふうに感じました。なんかね本当にね iPhone ユーザーをいつでも待ってくれてるような感じで、iPhone からの乗り換えみたいな感じで調べてもめちゃくちゃ公式もね分かりやすく紹介してくれてるし、このスワイプの動作のねことができるようにしたりとかっていう仕様とかもすごくね iPhone ユーザーが慣れている操作感でできるようにという風にしてくれてたりとかね、めっちゃね細かく寄り添ってくれてるように感じましたので、もしね iPhone からの乗り換えを検討されてる方がいたらそこまで難しいと思わなくていいと思うし、全然スムーズに乗り換えれると思うし、なんなら Galaxy の方が深くできてめっちゃ楽しいと思います。びっくりしたから本当に。ただね、僕のようにね Apple エコシステムを使って仕事をしてるっていう方に関してはもう完全乗り換えっていうのはお勧めはできないんですけど、一つのねスマートフォンというデバイスというものを楽しむっていうのにはすごくねいいものなんじゃないかなっていうふうには思っております。というわけで今回の動画はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったよ、良かったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ぜひねフリップユーザーの方、フォールドユーザーの方、Galaxy ユーザーの方いらっしゃいましたらコメントで教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。